はいどうも、ミッチーです。今日もよろしくお願いします。ついにチャンネル登録者が300人突破しました。ありがとうございます。今日なんですが、今世界的にコロナウイルスが蔓延しつつあるんですが、特効薬などがまだないということなので、自分で自衛するほかありません。手洗い、うがいなどはもちろんですが、食事も気をつけていきたいと思います。ということで今回は免疫力アップ鍋を作りたいと思います。それでは調理していきましょう。使う材料、エリンギはキノコの中でも食物繊維が豊富なので便秘解消に効果的です。舞茸は免疫の活性力を高め、細菌やウイルスに対する抵抗力を高める効果が期待できます。ぶなしめじにはアルコールの分解を助ける働きがあるので、お酒を飲む人はこれも入れましょう。かぼちゃには三大抗酸化ビタミンと呼ばれるビタミン E、ベータカロテン、ビタミン C が豊富です。アンチエイジングの効果が期待できます。人参に豊富に含まれるベータカロテン、免疫力アップや抗酸化作用があるので、風邪などの感染症や生活習慣病の予防が期待できます。レンコンにはビタミン C が非常に豊富で、疲労回復、風邪の予防に効果が期待できます。春菊には皮膚や粘膜の健康を維持すると言われているベータカロテンやビタミン C、骨の形成に関わりがあるカルシウムや鉄といったミネラルが豊富に含まれています。牡蠣はビタミン B1、B2、B12 などのビタミン類や亜鉛、鉄などのミネラルなどが多いです。これらは体にとって必要不可欠な栄養素で、不足すると貧血や慢性疲労、免疫力低下になる恐れがあります。長ネギに多く含まれる硫化アリルは一部が体内でアリシンという成分に変化し、免疫力を高める効果があります。アリシンは牡蠣に多く含まれているビタミン B1、B2 の吸収力をアップさせる効果もあります。アンチョビ、イワシに含まれる DHA、EPA を摂取することで血液をサラサラにし、中性脂肪やコレステロール値を下げる効果があります。白菜、鍋の立役者、水分が 95%、とにかくうまい。天然塩、ミネラルが豊富です。卵、完全栄養食と言われています。これは最後の締めに使います。ご飯も最後の締め用です。エリンギ、小さいものは2等分、大きいものは4等分にします。舞茸、手で適当な大きさに裂きます。ぶなしめじ、石突きがついているので、まずそれを取り除きます。その後、適当なサイズに手で裂いてください。かぼちゃ、まず綿を取ります。これは4分の1カットなんですが、今回使うのはこれの半分くらいでいいですね。そのまま使うと時間かかるので、ラップして600ワットでレンジ4分します。レンジしてきました。熱いので少し冷めるまで待ちます。適当な大きさにカットします。加熱したことにより切りやすくなるメリットも。人参、皮ごと使えるので、よく洗ったら輪切りにします。今回は半分くらい使います。レンコンはピーラーで皮を剥いて輪切りにします。春菊、端を切り4等分にします。その後洗っておきます。長ネギ、洗ったら斜め切りにします。緑の部分も全部使います。白菜、縦に半分に切ります。端を切って、あとは適当な大きさに切って洗っておきます。使用するのは4分の1カットです。レモン、両端を切り半分にします。綿を取り除いて8等分にします。これで全部切り終わりました。鍋の準備、水を1リットル入れます。次にアンチョビを 18g 入れて、残りのオイルも入れます。塩小さじ3杯入れます。よく混ぜたら食材を入れます。入れ終わりました。火をつけます。出来上がるまでしばらく待ちます。だんだん沸騰してきました。白菜の水分が出てちょうどいい水加減になりました。そろそろ出来上がります。火が通ったのでこれで完成です。
はい、ということでアンチョビかき鍋が完成しました。それではいただきたいと思います。それではいただきます。早速かきを食べたいと思います。美味しいです。アンチョビうまい。アンチョビの出汁が出てます。うまい。牡蠣には亜鉛が多く含まれているんですが、レモンなどのビタミン C と一緒に摂るとより吸収されやすくなるので、ぜひかけて食べてみてください。しかも美味しいです。最後の締めは牡蠣の卵雑炊です。牡蠣もしっかりと残しておきました。沸騰したら卵を入れます。火を止めます。牡蠣の卵雑炊の完成です。いやー、鍋の締めはこれに限りますね。いただきます。うまい。はい、ってことでアンチョビかき鍋はいかがでしたでしょうか。美味しく食べて免疫力アップできれば一石二鳥です。良かったと思う方は高評価、コメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。